今日も一日お疲れ様です。ライターの正木千歳です。マイノリティという立場から物を書く仕事っていうのが最近どんどん増えてますよね。私も2015年くらいからお金をもらって文章を書く仕事っていうのを時々やってます。私の場合は自分がバイセクシャル気味であることとか、ノンバイナリー気味であることとか、そういうのもあって、性的マイノリティに関する社会問題についての執筆とか講演の依頼をいただくことが多いんですけど、皆さんの中には在日コリアンであるよとか、貧困女性であるよとか、いろんな立場があると思います。で、ある程度そういう立場から SNS なんかで発信してると、原稿依頼が来ることなんかもあるかと思います。今回はマイノリティとしての立場からものを書くということについて、私がここ数年ずっと考えてきたことっていうのをちょっとまとめてみようと思います。マイノリティとしての立場でものを書いている、あるいはその予定があるという人や、ライター志望の人たちっていうのが少しでも役に立ててくれたらなと願っています。決してマイノリティライターとして売れるコツなんかを話すつもりはないし、そんなコツ知らないので話せないんですけど、今なんていうの、必要としている情報がそういうことであるよっていう人は別のコンテンツを探した方がいいかもしれません。で、いつかもしね、道に迷った時に戻ってきてくれればと思います。まず最初に夢を壊すようなことを言ってしまうんですが、ライターとして生計を立てようとは思わない方がいいです。そもそもウェブメディアも紙媒体の出版社も潤沢な原稿料を払えるほどの経営状況のところってまずないんですよね。編集者たちは上司からね、少しでも原稿料削れないかと言われてるわけですよ。で、運よくその執筆の仕事がね、多く得られたとしても、恵まれたとしても、それは一時的なものかもしれないじゃないですか。で、今やってる仕事があるんだったら、それをやめることは考えない方がいいと思います。ただ、1年分の生活費が賄えるほどの貯金があるとかの場合には、専業ライターにトライしてみてもいいかもしれないですけど、それでも私だったら怖くてできないと思います。で、生計を立てようと思わない方がいい理由っていうのはそれだけじゃなくて、マイノリティとしての立場からものを書く私たちはいつも寄稿先の意向と自分の書きたいことのバランスに悩まされてるんですよ。つまり書きたいことを書かせてもらえるような仕事ばかりではないということです。ネットをちょっと検索すると私と同じ業界の LGBTQ 関連のライターさんたちの記事がたくさん見つかるんですけど、例えばゲイのライターがお姉キャラを前面に出したりとか、レズビアンのライターがエロをテーマに書いたりとか、トランスのライターが元女とか元男っていう風に自称して発信したりしてるんですね。それ自体は単体で見れば決して悪いことではないです。みんなそれぞれ頑張ってんだなっていうだけなんですけど、もうそういうなんかゲイイコールお姉、レズビアンイコールエロいもの、トランスイコール元何々っていうステレオタイプに満ちたやり方っていうのは、無名のウェブメディアが無名のライターに安い原稿料で書かせる記事に典型的なものです。それでも全然構わないよっていう人とか、それこそが自分の書きたいものなんだっていう人には自由にやってもらえていいんですけど、でもそうじゃないものを書きたい人にとってはライターの仕事っていうのは時に非常に酷なものです。次に自分の経験を切り売りしない方がいいという話をします。私の業界 LGBTQ 関連の言論っていうのはここ5年ぐらいでどんどん広がってるんですけど、新聞やニュースでも取り上げられたりね、政治的なトピックとして浮上したりとか、あと出版社とかウェブメディアも LGBTQ+ を取り扱うものが増えてきました。そこにライターとしての参入機会があるというのも事実ですけど、同時に多くのメディアは LGBTQ+ の個人一人に注目して、その半生を振り返るようなストーリーっていうのを好んで取り上げようとすることが多いんですね。もちろんその背景にはそのような個人のストーリーっていうのを好んで消費する読者層とか視聴者層の存在があります。で、個人の体験談経験談っていうのは確かに訴求力が高いですし、その内容が悲惨だったりとか笑っちゃうようなものだったりとかびっくりするようなものだったりすればするほど人々はそれを消費したがります。だからついマイノリティの立場からものを書く私たちは自分の経験談をネタにしちゃったりするんですよね。私もかつてそのような原稿依頼を受けたことがあります。私は自分の経験は自分が語りたい時にしか語れない主義で、あまり人から言われて語るのは好きではないんですけど、だからね、そういう依頼っていうのは断る
ことにしてたんですよ。で、今ではもう私がどういうものを書く人なのかっていうのがある程度知られてるので、個人的な体験談、経験談っていうのを求めるような編集者っていうのは周りにいなくなったんですけどね。一方で、講演活動というか講演依頼の中では、未だに正木さんが経験した葛藤などについても触れてくださいって言われることがあります。で、適当にごまかして個人の話はできるだけ避けることにしてるんですけど、で、なぜ自分の経験談をネタにしない方がいいのか。それは疲弊するからです。自分の過去の嫌なことも含めて思い出さなきゃいけないとかね。あと自分の周囲にいる人とか過去に周囲にいた人をネタにすることの罪悪感とか、自分と同じような経験をした人は実際たくさんいるんだけど、自分だけにスポットライトが当たることで感じる違和感とか、人それぞれだと思うんですけど、そういうことを考えるっていうのはとても疲れることです。もう一つの理由は、自分の経験談はいつか枯渇するからです。いつも同じ話をしている人っていうのは、講演活動なんかではよく見かけます。それは決して悪いことじゃないし、むしろそういう人はきちんと自分の経験談をストーリーとしてブラッシュアップして、聴衆に分かりやすいように、理解が深まるように洗練させてたりするんですけど、一方、ライターとしては同じ話ばっかりしてるわけにはいかないじゃないですか。自分の経験を語るにしても、いろんな切り口から語れる引き出しの多さとか、別の話、別の話題とつなげて、話を広げられる応用の力なんかが必要になってくると思います。次に炎上リスクについて話したいと思います。ネットで物を書くことに限らず、どんな形であれ世の中に何かを発信するということには、常に賛同と否定の両方を受け取る覚悟が必要です。いいねを押してくれたりとか、シェアしてくれたりとかする人ってね、嬉しいじゃないですか。でもその他には、あなたを思いっきり批判する人とか、個人攻撃をしてくる人ってのも出てきます。少しでもバズったりとか、あと名前が、ゆっくりでも知られてくるようになると、粘着してね、アンチって呼ばれるような存在になる人ってのも出てきます。で、それだけじゃなくて、普段はあなたの書くものに賛同してくれてるような人ですら、ある時突然あなたを追い詰める存在になることがあります。もともと思想が全く違う人たちに叩かれるっていうのは、慣れてしまえば案外平気になるものなんですけど、でもマイノリティとしての立場からものを書くっていうことは、その読者の多くもまた同じかあるいは別の種類の何らかのマイノリティである可能性が高い。で、その人たちがあなたの書いた最新の記事を読んで、それは違うよと思った時に、その人たちはあなたをきちんと容赦なく批判してくると思います。それはその人たちの誠実さでもあります。あなたをどうせダメなやつと思ったらスルーするでしょうからね。しかし、あなたは世の中の多くのマイノリティの立場じゃなく書いてる一般のライターたちだってしょっちゅう間違えてるじゃないかと思うかもしれません。で、確かにとんでもない過ちを犯してるのでもない限り、あるいはとんでもなく有名な人でもない限り、一般ライターによる多少の過ちっていうのは見過ごされてますよね。ちょっとだけ外国人を軽視する表現をしてしまったりとか、女性を性的対象としてのみ見る視点を無批判にちょっと取り入れてしまったりとか、そういう記事ってのは世の中にたくさんあって、別に一個一個炎上などはしてないわけですよ。だから、なぜ自分ばかりが責められなければならないんだって思ってしまうのは自然なことだと思います。ただ、簡潔に言っちゃうと、マイノリティの立場から書くライターには、正しくあれ、間違えるなというより高いハードルが課せられていると思います。それを受け入れて、否定的な声の中から真っ当な批判を見つけ出して、真摯にそれに応答しつつも、自分の精神的健康を守ることができるっていうのが理想なんですけど、でもそれはとっても難しい。私も先日ツイッターで何人もの人に叩かれて、できるだけ冷静にね、なるほどと思う指摘だけを受け入れるように努めてたんですけど、悪意のこもった表現や決めつけ、あと無視とかされて、半日以上も胃痛に悩まされました。ライターに限らず、マイノリティの発信者にとってのメンタルヘルスケアっていうのは今後重要な課題になっていくと思ってます。次は怒りについてです。マイノリティの社会運動にとって必要なものってのは、たくさんありますけど、その中には怒りの感情も含まれます。怒りだけが全てじゃないですけど、中には怒りこそが原動力だという運動のやり方もあると思います。特に LGBTQ+ の社会運動っていうのは、1980年代に政府や社会に対してふざけんなって怒りを向けたエイズ運動とクイア運動の歴史を経てるわけです。怒りはね、とても重要な感情です。で、運動にとって重要ってだけじゃなくて、
怒りってのは、マイノリティ個人個人の生きる力にもなり得ます。社会の制度とか人々の差別意識によって、多くのマイノリティは自尊心とか自己肯定感っていうのをそがれながら生きてます。であまりにもその状況に慣れてしまったりすると、なんか嫌なことされた時ですら、自分が悪いんだとか、自分がおかしいんだとか、黙ってやり過ごそうとかって思ってしまうことがあります。だから、マイノリティにとって、怒っていいんだ、あれは怒って当然だっていうふうに、怒りをこう認めるというか、そういうことができるっていうのは、生きる上でとても重要なことなんです。ただ、さっき炎上について話した時に言ったように、私たちは互いへのハードルっていうのを非常に高く設定しがちです。何か一つでも意見が合わないことがあると、もうその人を味方として見れなくなってしまったりします。社会運動の内部でも、大学とか研究所とかのね、アカデミアと呼ばれる、業界においても、あとはツイッターなんかの SNS でも、そうやってマイノリティ同士で仲違いする人たちっていうのをたくさん見てきました。私自身も友人を失う経験をしています。だから、これから、あるいは今まさにマイノリティとして発信している皆さんには、怒りを、押し込めるのではなく、あるいは怒りをないことにするのではなく、怒りの表現を制御する術を身につけてほしいと思っています。これは、アンガーマネジメントと呼ばれるものです。アンガーは怒り、マネジメントは管理とかコントロールっていう意味なんですけど、怒ってはいけないって自分を抑えるんじゃなくて、適切に怒るための訓練のことです。例えばそれは間違えた人がいたときに、相手がそれを間違いだと学んで成長することを促せるような怒り方っていうのも含みます。でも常にそうしなければいけないわけじゃなくて、自分をあまりにも侮辱してくるような相手には、ただただ大声で怒りをぶつけるっていう判断もあるかもしれません。その基準を自分で設けて判断できるようになることっていうのが大事です。ただ、人によっては健康上の理由でアンガーマネジメントが難しい場合もあると思います。感情表現のコントロールが難しくなってしまう病気とか障害っていうのはたくさんあって、だからこれはマイノリティ全員に求めるべきものでもないし、できない人を責めるべきものでもないんですけど、むしろね、より多くの人が適切な怒り方を身につけることによって、感情表現のコントロールが難しい人たちとも今より良いコミュニケーションが可能になるというふうに思っています。で当然、失敗もたくさん経験すると思うんですけど、アンガーマネジメントが大事だって、なんていうの、気がついた私だってなんかこう、未だに失敗したなと思うことたくさんあるので。けれど、後悔先に立たずなので、失敗しながらね、心がけながら生きていくしかないのでしょう。で皆さんにも、特にこれから発信力を増していくような若い世代のマイノリティ発信者にも同じ心がけを持ってほしいなと思ってます。私はこれ以上マイノリティのコミュニティが割れていくのを見たくはないので。次に、交友関係を幅広く持った方がいいよっていう話をします。マイノリティとして発信してると、ネット上で似たような属性とか似たような境遇の友人ができたりすることもあると思います。で、属性や境遇だけじゃなくて、考え方も似てる人に出会う機会っていうのが増えると思うんですね。で、特にこれまでそういう仲間に恵まれてこなかった人たちっていうのはもうこの新しい交友関係にね、喜んじゃって誰よりも自分を分かってくれるような気がしてしまうと思うんですよ。で、それはとても危険なことなんです。学生だったことがある人はいわゆる仲良しグループっていうのの怖さっていうのを知ってる人が多いと思うんですけど、昨日まで仲良かった人が突然のけ者にされたりってね。で、そういう場っていうのは大人になっても、あとは社会運動なんていうね、大きな目標のもとに集まる人たちでも、そういう場っていうのは発生してしまう。そういうことっていうのは変わらず起こっちゃうものなんですよ。で、マイノリティとして生きてると、例えば地元の友達とか、家族とか親戚とか、近所の人たちとか、職場の人たちとか、そういう身近な交友関係っていうのが窮屈に感じられることがありますよね。でも、多くのマイノリティはできるだけ苦痛を感じずに社会生活を営もうというふうに、日々工夫を凝らしてると思うんですけど、社会運動とか言論の場に身を置き始めて、で、そこで考えの似た人たちの交友関係っていうのが一気に広がった人たちって、つい身近な交友関係っていうのを軽視しちゃったりするんですよ。で、もちろん一定期間をね、その新しい交友関係の中で過ごしたいっていうふうに思う気持ちってよくわかります。でこれまで経験したことのないようなね、居心地の良さっていうのを感じる人もたくさんいるでしょうからね。私もそうでしたし。で、私はもうこの交友関係さえあれば生きていけるとまで思いかけるぐらいの。で、それは私はね、完全に間違ってたと思ってます。
もちろん、身近な交友関係もね、取捨選択はするべきだと思います。すべての身近な人と良好な関係を結ぼうなんてしたら自分が壊れてしまうので、特にマイノリティであればね、そういう関係をガチガチに良くしようとか、ガチガチに良くするっていうのも変だけど、全部良好にしようと思ったら本当に壊れちゃうと思います。ただ、自分が本当に辛くなってしまわない程度には、身近な交友関係っていうのを維持してください。職場だけでも OK だと思います。兄弟姉妹だけでもいいです。行きつけの店の常連たちでも OK です。あるいは、マイノリティの社会運動や言論の場にいる人たちでもいいから、一つではなくて複数の集団に身を置いてください。それが、いつかあなたを救う日が来るかもしれないです。次に、ペンネーム。ペンネームはね、基本的にどんなペンネームでもいいんですけど、一度決めたら一貫して使うことを念頭に置いてください。で、記事に自分の名前が載るお仕事を増やしましょう。でそれを見た人があなたに次の仕事をくれる人です。で、ただ何でもいいと言っても、私のおすすめは、覚えやすい、言いやすい、実名っぽい、似た名前の著名人がいない。この4つを満たす名前がおすすめです。覚えやすい名前がいいってのは当たり前ですけど、言いやすいっていうのが大事なのは、文字で書かれたあなたの名前だけではなくて、人が声に出すあなたの名前もまたあなたの宣伝になる。例えば、編集者同士の雑談とか、イベントスタッフ同士の雑談とかで、あなたの名前を誰かが口に出すことはあるわけですよね。その回数が増えれば増えるほど、あなたに仕事が来る可能性は上がります。で、言いやすいってのは、音として発音しやすいってだけじゃなくて、言うのが恥ずかしいような名前ではないというのも含みます。インパクトのある下ネタみたいな名前も戦略的にね、使うことはありですけど、行政機関とか教育機関とかからの原稿とか講演の依頼も将来的に来る可能性っていうのを考えると私はお勧めしないかな。で、実名っぽいのがいい理由っていうのは、色物として見られるのを回避できるからです。発信は内容がね、一番大切です。でも、ページを飛ばされちゃったりとか、クリックせずに素通りされてしまっては意味がないので。あと、実名っぽいと人が会話の中で、なんとかさんって自然に言うことができて、やっぱり宣伝効果が多少出てきます。で、似た名前の著名人がいないのが重要な理由っていうのは、シンプルに検索した時にあなたの情報が埋もれてしまうからです。ちなみに私はカタカナで正木千歳っていう名前でやってるんですけども、これは失敗だったなと思ってます。覚えやすさで言えば、しょっちゅう正木千歳だと思われて間違われちゃってるんですけど。で、言いやすさだと、正木千歳がちょっと言いづらいですよね。で、言うのが恥ずかしいような名前じゃないですけど、カタカナなのでちょっと社会的信頼が得づらいかもって思ってます。あと検索は正木千歳だと問題ないんですけど、よく人に呼ばれる正木さんという言い方だと、私以外の人がたくさん出てきてしまいます。難しいですね。ペンネームにはこだわりたいって人もいるでしょうから、こだわりを完全に捨てろとは言いませんけれども、後悔しない名前をね、選んでほしいなと思っております。で、次、顔出しについて。なんか、パーソナルブランディングとかね、よく最近、言う人いっぱいいますけど、そういう人たちのね、よく言うんですが、そういう人たちがよく言うんですけど、顔を出すことで信頼が得られるみたいなことを言うんですよ。で、名の知れてるライターってでも、別に全員顔出ししてるわけじゃないですよね。で、好きにすりゃいいと思うんですよ。別に顔出したかったら出しゃいいし、いい効果があると思ったら出しゃいいと思うんですけど、ただ、私はね、自分が顔出しでやってきたのを棚に上げてるんですけど、顔出しはおすすめしません。まず、一度顔を出したら、二度と引っ込められないです。ネットがなかった時代と違って、今はほとんどの情報はネット上に出ます。紙媒体に書いた、プロフィール欄につけた小さな顔写真ですら、それを写真に撮ってアップする人もいます。それらを全て消滅させることはほぼ不可能です。顔写真じゃないんですけど、私もかつて本名を漢字表記でそのまま公表したことがあったんですよ。で、数ヶ月後に、やっぱりやめようと思って消したんですけど、その時にはすでに Twitter でもブログでも、あとなんかの公式サイトにも、私の本名が漢字表記で出ちゃってたんですね。で、結局本名で検索して出てくるサイトの一つ一つに連絡をしてね、すいません、今本名表記やめたんで書き換えてくれませんかってお願いして回ることになっちゃったんですよ。それでも連絡がつかなくてね、残っちゃったものもあるんですけど、だからね、どんなに後悔しても、一度出しちゃった情報ってのはネットから消すことはできないと思った方がいいです。特にマイノリティにとって顔出しって、将来の社会生活にまで影響を及ぼしうる決断ですから、慎重に考えてください。で、ただね、マイノリティである私たちにとって
顔出しで活動することって大きな意義を感じさせるものでもあるじゃないですか。その自分の属性とか境遇とかっていうのを隠さずに堂々としている人が世の中にいる状況っていうのを自分たちでまさに作ってるわけですから、顔を出すことで。でもその意義に必要以上に惑わされないでほしいなと思います。で最後、編集者についてです。2015年にね、私は初めてちゃんと編集者に文章を直してもらったんですけど、今まで2022年ですね、今までの私が書いた文章の中で私が一人で書いたって思える記事って一本もないんですよ。全部編集者との合作だっていうふうにマジで感じてるんです。で私がそういうふうに言うと、私の仲のいい編集者は、合作なのにもし何かあったら名前を出してるライターが叩かれるんです。僕たちはライターを矢面に立たせてるんですっていうふうにうつモードに入っちゃうんですけど、私はね、過去の編集者たちには感謝しています。だからといって叩かれた時に編集者のせいだとは思わないですけどね。まあ、編集者が直前に勝手に手直しした部分とかがあってね、そこがおかしかったとしたらそいつのせいだけど、過去の何人ものね、編集担当者とのやりとりにはね、忘れられないエピソードってのがいくつもあるんですよ。例えばね、当時まだ日本では全く話題になってなかった反トラフィッキング運動について、私がたまにツイッターで書いてるのを見て、この問題について最近こういうニュースがあったんですけど、すぐに記事書けますかっていうふうに言ってきた人がいたりとか。あとは、執筆者に支払う原稿料が安すぎるから、もっと執筆者に還元したいですっていうふうに編集部でね、戦ってた編集者の人とか。あとは媒体の今後の方向性について悩みをね、打ち明けてくれて、どうやったら誠実なメディアであることとビジネスとして成立することっていうのを両立できるかっていうのを私と一緒に何時間も話し合ってくれたというか、話し合った編集者会ってくれたとおかしいよね。なんか嫌味みたいな感じだよね。あとはね、人種、ジェンダー、セクシャリティっていうね、本人の根幹的な問題意識とか、あとはその本人が生きていきたい生き方とか、社会にどう働きかけていきたいかみたいなことを夜中にね、たくさんいっぱい話してくれた編集者とか。私はね、とても編集者に恵まれたライターだなっていうふうに振り返って思います。でそのうちの2人とはね、今でもしょっちゅう連絡取り合ってて、なんとびっくり、今年の元旦、年明け早々連絡を取ったのはもうこの2人でした。で、信頼する編集者に出会えることっていうのは本当に貴重なことなので、もしあなたがすでにそういう編集者に出会ってたら、大切にしてください。でね、私たちもね、そういう志の高い誠実な編集者たちにとって信頼できる書き手でありたいものですね。以上、マイノリティとしての立場から物を書くってことについて私がここ数年ずっと考えてきたことっていうのをまとめてみました。口が回らない。まあ、鵜呑みにしろとは言わないので、内容をね、一個一個。でも何か一つでもね、あなたが今後ライターとか発信者としてやっていく際に参考になることがあったらいいなというふうに思っております。以上です。みんな、明日も生きようね。